皆さんおはようございます。初春の紀伊半島ツーリングは石川県加賀インターチェンジ前からスタートです。早速高速に乗っていくのですが、1日目の今日はここ石川県を出発し、滋賀県まで進み100名以上を拾いながら琵琶湖のほとりでキャンプします。紀伊半島ツーリングと言いながら今日は滋賀県までですが、予定には余裕があるのでゆっくり滋賀県を楽しめそうです。ということでゲートをくぐって北陸道に。福井周辺の天気はかなり怪しかったものの、雨に降られることはなく走り続けて滋賀県に入ります。少し晴れ間も見えてきましたね。今日最初の目的地は滋賀県長浜市の小谷城跡。小谷城スマートインターチェンジで高速を降り、5分ほどで小谷城の看板が見えてきました。看板の位置から察してはいましたが、小谷城は山城。アドベンチャーな道に突入です。いくつかヘアピンカーブはあるものの、すぐに駐車場に到着。本丸までの道は獣道に近いので、定石見学というよりは登山に近い感覚ですね。景色が開けましたが、本丸跡はもう少し先。階段を上って、ここが大広間跡ですね。確かに広い。締めは本丸跡。巨大な山城小谷城の中心で城主の気分を味わって見学は終了です。帰る途中でビューポイントを発見。ちょっと灰色の割合が多いですが、いい景色を楽しめて満足です。それでは山を下って麓の資料館へ。到着です。小谷城戦国歴史資料館、面白かったですね。浅井三代の歴史、小谷城の造りなどとても勉強になりました。スタンプも押して見学終了です。さて次の目的地は少し南下して彦根市彦根城です。小谷城から20分ほど走り、正面には琵琶湖が登場。左折して彦根城を目指し琵琶湖沿いを南下していきます。
あいにくの曇天ではありますが、気持ちのいい道ですね。小谷城から約40分、彦根城の駐車場に到着です。それではいざ国宝彦根城へ。バイクを止めた彦根城港駐車場からは少し歩いて堀の中に。早速雰囲気がありますね。今まで何度か前を通ったことはあったのですが、中に入るのは今回が初めて。ずっと気になっていたので楽しみです。ではチケットを買って中へ。なかなか急な階段です。それでは彦根の町を横目に天秤路をくぐって本丸を目指して歩いていきます。そして曲がりくねった道の先に本丸が見えてきました。では本丸の中に入っていきましょう。現存天守ならではの急な階段を上って最上階。消火栓の上には狭間が。いいですね。あっという間に回りきってしまいましたが、やはり現存天守は見応えがありました。ずっと来たかった彦根城に来られて満足です。帰りには天秤路の中も見学しつつ、彦根市開国記念館でスタンプを押して彦根城観光は終了。1時間ちょっとの見学でしたが、時刻は14時前。次はお昼ご飯を食べに行きましょう。と、ここで事件が。1時間超の滞在だったため駐車料金は600円なのですが、1000円入れてもお釣りは出てこず、もし1万円入れていたらと考えるとゾッとします。しかも城の入り口に一番近い二の丸駐車場はバイクが300円で止められたんですよね。ちょっとブルーな気持ちで彦根城を去ります。そんな気持ちを琵琶湖ブルーで紛らわしつつ走り続けること約15分。お昼のお店に到着です。少し遅い時間までやってくれていて本当に助かりました。頼んだのは特製サービスランチ。久々に美味しいだし巻き卵を食べられました。ごちそうさまでした。お店の外見がなかなかに趣のある感じだったので入る前は少し迷いましたが、大当たりのお店でしたね。それではお腹も満たされたところで次の目的地に。時刻は15時。
本当は今日で滋賀の4つの100名以上を全部回りたいところでしたが、次で最後になりそうですね。ということで20分ほど走り、看板が見えてきたのは安土城跡。信長の城に到着です。それではチケットを買って中へ。入ってすぐに現れるのはどこまでも続くような大手堂。信長の城らしい迫力がありますね。階段の一段一段の高さがまばらで、なかなかに体力を奪われます。だいぶ登ってきましたが、天守跡はまだまだ先。城巡りを続けていると、石垣を見るのも楽しくなってきますね。野面積みの石垣を横目に、さらに安土山の奥へと進んでいきます。本丸跡を通り過ぎ、階段を上った先が天守台跡です。礎石がきれいに並んでいますね。かすかに見える琵琶湖を見ながら信長気分を味わいます。カメラでは伝わりにくいですが、かなりの急階段。上りも下りもかなりハードなので、来られる際はお気をつけて。スタンプも券売所で押せてバッチリ。なかなかハードでしたが、いいものが見れましたね。安土城跡、ありがとうございました。さて、時刻は16時を回ったところで、次の目的地は草津市、湖岸緑地、市内地。琵琶湖のほとりにある無料のキャンプ場です。気がつけば雲はどこかに、空も琵琶湖もきれいな青色に。気持ちよくバイクを走らせていきます。そして湖岸緑地に到着。ちゃんと駐車場なんですね。二輪車は無料で使わせてもらえる最高のキャンプ場です。それでは早速設営です。あとはテントを立てて、設営完了です。まだまだ明るいですが、気づけば時刻は18時過ぎ。温泉と夜ご飯に、まずは温泉。10分ほどで難なく到着です。今日は城跡をたくさん歩いたので、ゆっくり疲れを流しましょう。その後は近江ちゃんぽん亭でちゃんぽんを食べて滋賀を満喫。お疲れ様でした。
おはようございます。今日は忙しいので早起き。朝ごはんを食べていたらあっという間に日が昇っていて焦る。急いで撤収作業です。改めまして皆さんおはようございます。紀伊半島ツーリング2日目の今日はいよいよ紀伊半島に。ここ滋賀県から三重県の伊勢を経由しつつ本州最南端和歌山県串本町のキャンプ場を目指します。距離は 300km ちょっととまずまずですが、キャンプ場は5時が門限なのでそこだけ注意。まずは進路を南に三重県の伊賀方面を目指して走っていきます。山間の道を抜け開けたと思ったらそこはタヌキの里。信楽らしい景色ですね。8時になる頃には三重県に突入。1時間半ほど走ったのでここで一旦ミニストップで休憩です。それでは再出発。ちなみにこのルートですが、滋賀県の草津から三重県の伊勢までの最短ルートというわけではなく、ツーリングマップルのおすすめの道ということで選んでみました。これから山間の道に再び入っていきそうですが、いいワインディングに期待です。なのですが、その区間の映像撮れませんでした。確かに緩やかないいワインディングが連続する道だったのですが、後続車にずっとプレッシャーをかけられて全然ゆっくり走れませんでした。今回はキャンプ泊で積載も多いので山道はかなり体力を奪われましたね。10時を前にしてすでに少し疲れてしまっていますが、ここからしばらくは流れのいい国道23号線です。さて目的地も近づいてきたところで23号線をそれますが、次の目的地は伊勢神宮下宮。伊勢神宮の参拝は下宮からが習わしとのことで、内宮には後から向かいます。ということで右に見えてきたのが伊勢神宮下宮。バイクを止められる場所が分からず道なりに進んでしまいましたが、交差点を右折して正面の入り口のすぐ横にありました。ちょっと迷ってしまいましたね。それでは下宮を回っていきましょう。境内に入ると空気が変わる感じがありますね。もう少し歩くと正宮に到着です。その後も別宮を4つ回って参拝は終了。じっくり回ることができました。それでは次はいよいよ内宮へ。赤福が待っている。内宮への道は規制がされていてバイクは通れましたが車では通れなさそうでした。
ここはバイクの機動力を生かして内宮すぐ横の駐輪場に進んでいきます。それにしてもかなり混んでいますね。ということで駐輪場に到着です。ちょっと狭いところを選んでしまいましたかね。やっぱり降りにくい。かなりギリギリですね。なんとか準備をして内宮に参拝です。想像以上の人で、さすが伊勢神宮ですね。橋を渡って境内になのですが、この後の工程を考えるとゆっくりできないことに気づき、急いで正宮に向かいます。旅の安全をお願いできたところで参拝は終了。ただ気づけば時刻は12時過ぎ。串本町までここから走ることを考えると寄り道している時間はなく、いざという時のためのカロリーメイトを貪り本州最南端に向けて出発です。おかげ横丁行きたかった。串本町のキャンプ場まではおよそ 200km ほど。ここからはほぼノンストップですね。時間があれば伊勢志摩スカイラインを走ってから行きたかったのですが、時間が溶けていきますね。ということで進路を南に、まずは太平洋に面する海沿いを目指して曲がりくねる県道22号線を走り抜けていきます。そして伊勢を出発してからおよそ1時間、ようやく海が見えてきました。しかしすぐにまた山間の道に矢継ぎ早に景色が変わっていきます。ワインディングが多く、かなり体力が削れてきましたが、キャンプ場まではまだ 100km 以上。ちょうどいいところに道の駅があったので一旦休憩です。14時前で眠くなってきましたね。おや？立派なマンボウですね。少し休憩して出発しましょう。道の駅紀伊長島マンボウ、ありがとうございました。屋台でマンボウの串焼きが売っていたので気になりましたが、眠気に拍車がかかりそうなのでパスですね。恒例の道の駅マグネットを買って出発です。そしてここからは紀勢自動車道で熊野市まで一気に南下。なかなか疲れてきていますが、あと少し頑張りましょう。あれ？高速に乗っていてナビの通りに進んでいたはずなのですが、気づいたら降りてしまっていますね。ぼーっとしていたせいか理由は分かりませんが、
とりあえず引き返しましょう。ということで15時再び紀勢自動車道に。このロスでだいぶ時間に余裕がなくなってきましたが、果たして17時に串本町のキャンプ場に着けるのか。今度こそもう少し頑張りましょう。先ほど間違って降りた吉田インターチェンジから高速が一旦途切れる熊野大泊インターチェンジまでは10分ほどで到着。そこからは海沿いの国道42号線を走り、熊野町を抜け美浜町に。半島価格に驚きながらも貴重なセルフスタンドで給油を挟み、紀宝町、そして16時前和歌山県に入ります。まだまだ進み那智勝浦町、そしてついに串本町に入りました。今まででここまで目的地が遠いと思ったことはありません。そしていよいよキャンプ場が近くに。今日のツーリングの締めは楽しみにしていたループ橋。ここまで来るのはすごく長く感じましたが、なんとかたどり着けましたね。そしてループ橋に続いて串本大橋を渡れば紀伊大島に上陸です。今日のキャンプ地南紀串本リゾート大島はここから約 6km。 もうすぐに着くような雰囲気を出してしまいましたが、まだまだ油断は禁物です。そして県道から脇道へ入り、案内もあまりない細い道をひたすら 2km 走り続け、なんとか無事にキャンプ場に着くことができました。時刻は16時47分、門限13分前。間に合いましたね。それでは受付を済ませましょう。受付を済ませてキャンプサイトへ。ソロ両サイトは奥の方。空いているサイトを使っていいとのことだったので、適当にこの辺りにしましょうか。疲れてゆっくり設営していたら1時間近くかかってしまいましたが、なんとか完了。明るいうちにキャンプ場をちょっと散策です。では設営も済んだところで夜ご飯を食べに行きましょう。串本の市街地へと向かいます。串本大橋手前。せっかくなので写真を撮ってから本土の方に行きましょうか。静かでいい夕時ですね。
それでは本土に戻りましょう。そして勢いよとご飯を食べにお店に向かったのですが、1軒目のお店は貸し切りで入れず、串本駅の近くのお店でカツオの茶漬けをということで2日目はここまで。お疲れ様でした。皆さんおはようございます。3日目の朝、静かでよく眠れましたね。今日もいい天気で朝日が眩しい。撤収作業をして出発です。南紀串本リゾート大島、いいキャンプ場でした。ありがとうございました。3日目の今日はここ和歌山県串本町を出発し、紀伊半島の西海岸を北上。寄り道をしながら京都府向日市の快活クラブを目指します。まずは昨日行けなかった本州最南端潮岬に10分ほどで到着。開放的でいいところですね。バイクを止めて散策です。ここでキャンプはできないみたいですね。正真正銘最南端でキャンプできそうだと思ったのですが、見えてきましたね。本州最南端の石踏みです。良い記念になりました。綺麗な海。朝からいいものが見れました。それではここからは紀伊半島を北上。次の目的地は北西に約 60km、 白浜町の千畳敷です。ということで国道42号線に合流し、気持ちよく海沿いを走っていきます。30分ほどで須佐美町に。紀勢自動車道でさらに北上して南紀白浜出口で降ります。南紀白浜は今日が初めて。白良浜はバイクから眺めるだけになりそうですが、それでもちょっと楽しみです。そして早速の南国間。観光地特有の空気に当てられている間に千畳敷に到着です。下まで降りようかと思いましたが、面倒くさくなりました。少し休憩したところで次は白良浜を見に行きましょう。果たして白いのか、期待をしつつ走っていくと、いきなり左手に現れたのでびっくりしましたが、これが有名な白良浜ですか。
一瞬しか見れませんでしたが、眩しいくらいに白かったですね。駐車場を探すのが大変そうなので、今回は素通りです。なんて思っていたら、面白い形の岩があの真ん中通ってみたいですね。さて、ここからは再度高速に乗って大阪方面に。今度は有料です。次の目的地は北に約 100km、 和歌山市の離島友ヶ島です。前からずっと行ってみたかったんですよね。みなべ町、御坊市を通って10時になる頃には和歌山市に。ここで高速を降りるのですが、予期せぬ問題が。昨日調べた時はここから友ヶ島行き乗船場までは30分ほどで行ける予定だったのですが、今の時間帯は混んでいるらしく、1時間近くかかるよう。11時の船には果たして間に合うのか、かなり怪しくなってきました。走行しているうちに出港まで残り15分を切り、港の看板が出てきた時には残り6分。間に合え。この右手の駐車場ですね。なんとか到着なのですが、先払いの有料なんですね。ここでの時間ロスは痛い。駐車場のおじさんに間に合うかわからないけど行ってみなと言われ、カメラを切ることも忘れ、船着き場に走ります。間に合いませんでした。ほんの数分の差でしたね。ですが12時には臨時便があるみたいです。助かりました。近くを散歩しつつ時間を潰しましょう。乗船券は事前に買えたので、お昼を探して散策中。近くのお店でお昼ご飯をゲットです。ということで港に戻り、揚げパンを食べていたのですが、不覚にも隙をつかれ、トンビにパンを取られてしまいました。まだ一口しか食べてなかったのに。気配が全くしていなかったので、完全に油断してましたね。さて、乗船時間。揚げパンのことは忘れましょう。出港です。船内には結構な人が。20分ほどで友ヶ島に到着。そして上陸です。桟橋左の道からが正規ルートのよう。緩やかな坂を登っていきます。一見普通の山道ですが、どこか島独特の雰囲気があります。10分ほど歩いて
ついに砲台跡の前まで来ました。レンガのトンネルをくぐってこれはすごい。明治時代に防衛拠点として建てられたレンガ造りの建物は自然と合わさって幻想的ですね。それでは階段を降りて講座を見に行きましょう。綺麗だなと感じつつも少し哀愁も感じますね。その後は展望台から景色を眺め、時間が余ったのでメインのルートから外れ少し寄り道、旧海軍長音所跡に向かいます。しばらく何も案内がないので不安になりましたが無事到着。ここで潜水艦の音を監視していたんですね。レンガがむき出しになっていてなかなか雰囲気があります。誰もいないのでちょっと怖くなってきましたね。戻りましょう。島の西端にやってきました。ちらっと見えた灯台に四五線広場、この先これなのか。向こうみたいですね。記念に統計135度をまたいでいきます。最後に第二砲台跡を観光して友ヶ島観光は終了。2時間で大満喫です。友ヶ島ありがとうございました。友ヶ島良かったですね。しかし揚げパンを取られたことでお腹はペコペコ。大阪方面のご飯を食べられる道の駅に向かいます。控えめな大阪府の看板を通って大阪に突入。船着き場から20分ほどで道の駅三崎に到着です。さて遅めの昼ご飯を。席からの景色もよく、たくさん歩いて疲れた体力が少し回復です。ありがとうございました。その後は給油を挟んでから京都方面に向かっていくのですが、快活クラブに行く前に1カ所だけ寄り道を。向かう先は関西一の国道とも呼ばれるかの有名な暗刈峠です。高速道路で大阪の市街地をパスして
順調に進んでいるはずでしたが、違う方向に進んでしまい、高速を乗り直し、今度は渋滞ですぐに高速を降りることになり、大阪の道路に四苦八苦しながらなんとか進み続け、18時過ぎ、なんとか暗がり峠の手前までたどり着きました。ここまで来るのに少し時間がかかりましたが、なんとか暗くなりきる前に峠を走破しましょう。なんて言っているうちに、この辺りからが暗がり峠。住宅街からシームレスに峠になるんですね。まだ序盤ですが、かなり急です。対向車、なかなかにスリリングです。原付き、すごいな。さて、いよいよ一番の難所。急すぎて足をついてしまいました。とんでもない坂道です。エンジンが焼けるような匂い、溝でスリップするタイヤ。間違いなく今までで一番の国道です。そしてなんとか走り切って石畳に、暗がり峠頂上に到着です。疲れたと思っていると、どこからともなく軽バンに乗った地元の方に声をかけられ、少しお話しした後に暗がり峠のパンフレットをもらいました。そしてよく見るとこれ2018年のではありませんか。不思議な体験でした。パンフレットをもらったところで記念写真を。なかなかいい絵が撮れましたね。夕暮れ時も悪くないです。それではいざ下りへ。反対側はどうなっているのか。こっちも急です。ただ道幅がある分気持ちはちょっと楽。とはいえ2速に入れてもスピードが上がっていくので肝を冷やしました。しっかり積載したバイクで安易に来るところではなかったですね。ちょっと反省です。なんとか下って住宅街に。街の明かりがとても安心します。峠越え無事に奈良まで来れて本当に良かったです。その後は北上して京都方面に。快活クラブの予約の時間まで余裕があったのでお風呂に。そして9時前、京都府向日市の快活クラブに到着です。久々に室内で夜を明かせます。3日目、お疲れ様でした。おはようございます。朝日が眩しい良い天気ですが、今日でツーリングも最終日。今日は京都で1カ所だけ観光してから
琵琶湖の西側を通って金沢に戻ります。かなりあっという間の4日間でしたね。京都で見ていくのは本離宮二条城。こちらも日本百名城。20分ほどで二条城の駐輪場手前まで来たのですが、裏手から案内されてしまったため、エンジンを止めて駐輪場まで押していきます。こういう時に軽いバイクは助かります。なんとか枠内に収めたところで、見学の前に朝ごはんを食べに行きましょう。普段めったに行かない喫茶店で朝からテンションが上がっていますが、そのまま二条城の見学です。チケットはネットで事前に買っておくと並ばなくていいので便利です。それでは二の丸御殿へ。ここまで内装が忠実に再現されているお城は初めてだったので勉強になりました。さすが徳川家の御殿、園内床をとっても綺麗ですね。1時間ほどで見学は終了。とても見応えがありましたね。ということで、ここからは頑張って金沢まで走っていきましょう。湖西道路で北上して琵琶湖沿いを走り、12時過ぎ休憩がてらちょっと寄り道、牧野サニービーチ、湖のテラス、ここで撮られたバイクの写真をよく見ますよね。琵琶湖にはもやが。ちょっと幻想的です。多分バイクの写真はこの通路、このアングルで撮られてますよね。ここまでバイクを持ってくる元気はないので合成しておきましょう。落ち着いたいいところでしたね。その後は北上して福井県へ。敦賀からは北陸道に乗ってさらに北上。水津サービスエリアでちょっと遅めの昼食をとって、さらに北上して石川県加賀インターチェンジに。ようやくここまで戻ってきましたね。そこから1時間ほどで金沢市に。想像していたよりもかなりハードな4日間でしたが楽しかったですね。ということで今回の紀伊半島ツーリングはここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。